こんにちは、ジパング55のタカです。今私は神戸空港と三宮駅をつなぐ神戸交通ポートアイランド線に乗っています。これから三宮駅でレンタカーを借りてネスタリゾート神戸に向かいたいと思います。自然を堪能しながら遊べるアクティビティが満載の施設です。このチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています。お得な旅行情報を知りたい方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。ネスタリゾート神戸は株式会社刀が事業再生を請け負った施設でもあります。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを V 字回復に導いた森岡さん率いる会社です。大自然の中で本能をかきたてるような、そんなアクティビティが満載です。三宮駅からバスも出ています。山中にあるので、車を借りた方が移動は楽かもしれません。車で40分前後です。今回は1日施設で遊んだ後、併設されているホテルに宿泊します。園内はかなり大きく、車か巡行バスに乗って移動します。アトラクションごとに移動が必要なので少し面倒ですね。エリアごとに体験できる施設も異なっています。まずは受付を済ませます。事前に1日券を購入しておくと手続きがスムーズです。1日券は1枚4390円です。アクティビティ参加のために同意書を記入します。記入後リストバンドを2つもらえます。1つは自分の体重マークが入り、もう1つは乗り放題のパスです。最初に空中ジップラインに参加します。大空を気持ちよく飛べるので楽しそうですね。参加するために荷物を預けます。ポケットの中身なども含めてほとんど置いていかないといけません。ジップラインを乗るために坂の上まで登ってきました。空を滑空していくので気持ちが良さそうですね。1回4人ずつ乗っていきます。坂の上にさらに高い建物があるので、高いところから飛び降りることになります。近くには巨大なボールもあり、その中に入って坂を転げ落ちることができるそうです。ただ、中に水が入っているので、びちょびちょに濡れてしまうそうです。入るときは水着を着た方がいいですね。ジップラインに乗ってきました。とても気持ちよかったですね。携帯などはポーチに入れ、上では出すことはできません。なので、乗っている映像は撮れませんでした。高いですが意外に怖くなく、みんな楽しめると思います。小学生ぐらいの子供も乗っていました。到着場所からはカートで最初の乗り場まで送ってくれます。これもスピードがあるので、アトラクションみたいですね。ジップラインの乗り場近くにはカヌーに乗れたり、坂をソリで滑って遊べます。坂も急斜面なのでソリで滑ったら結構スピードが出ました。園内には2階建てバスが巡行しています。巡行方向は決まっているので、目的地を決めて移動する必要がありますね。近場はカートでも移動ができるみたいです。続いてバギーに乗れるエリアに来ました。野外施設なのでトイレも簡易トイレでした。簡易トイレでしたが、中の装飾が凝っていて、とても綺麗でしたね。ここも事前に荷物を預けます。基本どのアトラクションも動き回るので荷物を預けます。バギーは3種類体験できます。1つ目が自然の中を自分で運転するタイプ。2つ目がプロのドライバーが運転してバギーに同乗するタイプ。3つ目がスピードを出しながら砂場の場所を自分で運転するタイプです。事前に説明文及び内容を確認します。自分で運転するバギーは操作方法も確認します。バギーは自分で運転できましたが、かなり安全運転でした。正直その辺りを車で運転する方が迫力がありますね。
プロドライバーが運転するのはめちゃくちゃ楽しかったです。細い道を猛スピードで駆け抜けるので、ジェットコースターとは別の爽快感がありました。ただ期間限定みたいです。訪れた際にやっているかチェックしてみてください。砂場を自分で運転するバギーは先ほどの会場から車で5分ほど移動した場所にあります。ここもそれなりにスピードを出せるので楽しいですね。近くにはテニス場やフットサル場もありました。サバイバルゲームのような体験もできます。スポンジでできた安全な球を打ち合います。ステージはかなり本格的だったので、大人から子供まで楽しめますね。サバイバルゲームをやったことがない方も楽しめると思うので、ぜひ一度体験してみてください。他にも本格的なアスレチックや野外コンサート会場もありました。近くにはバーベキュー場もあります。いろんなアクティビティで遊ぶことができますね。魚のつかみ取り、バター作り、トルネードポテトから一つ選び、無料で体験することができます。バター作りは机に置いてある塩をボトルに入れてシェイクします。作り方もレシピが置いてあるので分かりやすいですね。結構振らないとバターはできませんでした。できたバターはココナッツサブレにつけて食べることができます。魚のつかみ取りは近くの生けすで行えます。魚はかなり小ぶりですが、すばしこくて捕まえるのが大変でした。つかみ取れない場合はカゴを使ってもいいそうです。子供から大人まで楽しめますね。取った魚はその場で揚げてくれます。かなり小さく、身もあまりありません。ですが食感がサクサクで、とても美味しかったです。近くにはテラス席もあり、ゆっくり食べることができます。バターもシェイクしていたらいい感じにできました。できた時は感動がありますね。食事はホテル内にレストランがあったり、移動販売車で軽食が売っていたりします。ただホテル内のレストランは少し割高です。お昼にこだわりがなければ事前に買ってくるのがいいかもしれませんね。全体的に受付の終了時間も早く、午後5時前後にはほとんど最終受付が終わってしまいます。遊ぶ際は早めに来て早めに帰るのが良さそうですね。それでは一通り遊んだので、宿泊するホテルのご紹介をしたいと思います。ホテル近くには広場があり、お客さんの憩いの場になっていました。ハロウィンとクリスマスの時期だったので、パンプキンの装飾やクリスマスツリーが飾ってありました。夜になるとイルミネーションが綺麗でしたね。ホテルは施設の中央に位置しています。宿泊者はホテル前の駐車場に車を止めることができます。ホテル前にはお土産ショップもありました。お土産もいろいろ売っていますね。スナックやアイス、お酒なども売っていました。ここで買ってホテルでゆっくりするのもいいかもしれませんね。ただここも午後5時頃には閉まるので注意が必要です。ホテルのエントランス前には先ほど乗ったバギーも展示されていました。それでは中に入ってみたいと思います。ロビーはかなり広々しています。明るい白を基調としているので豪華に感じますね。ソファーも大きいですね。ホテルは横に広く、レストランも4軒から5軒入っていました。バーベキューも楽しめるので、夕飯はそこでもいいかもしれませんね。少し行くと絨毯基調になり、ガラッと雰囲気が変わります。アメニティは自分で部屋に持っていくスタイルでした。浴衣も部屋にありますが、子供服は自分で持っていきます。部屋までの廊下にはソファー席もあり、ゆっくりできそうですね。子供が遊ぶエリアもありました。小さい子がいても安心ですね。それでは部屋に入りたいと思います。
今回はツインのお部屋です。シングルベッドは少し固めでしたが、寝心地は悪くなかったです。部屋からはカヌー体験のできる池を見ることができます。施設内を一望できるのでいいですね。大きいソファーもありゆっくりできます。テレビも壁掛けで大きいですね。机の中には金庫、浴衣、ドライヤーがありました。お水は冷蔵庫に入っていました。冷蔵庫は大きめなのでいろいろ入りそうですね。コーヒーやお茶などもありました。地元のコーヒーもあり嬉しいですね。ケトルもありました。枕元には部屋のライトを操作できるスイッチがありました。洗面台はユニットバスになっています。お風呂場はそんなに広くないですね。大浴場施設があるので利用機会は少なそうです。クローゼットは広々しています。消臭スプレーもあるので嬉しいですね。今回はこちらに1泊します。値段は素泊まりで8900円でした。ビュッフェなどの夕飯をつけると17000円前後です。今回は金曜日の宿泊だったので平日よりは高めでしたね。館内はかなり広くレストランも多いです。近くにコンビニはありません。食事をしようと思ったら事前に買っておくか、館内のレストランで食べる必要があります。レストランはうどんやイタリアンのお店がありました。値段は少し高めですが美味しそうですね。ホテルには大浴場もついているので部屋のお風呂を使う機会は少ないですね。車で移動が必要ですが延葉の湯という温泉施設もあります。今日は私もそちらでお風呂に入りたいと思います。宿泊者は1回無料券をくれます。施設で遊んだ後にゆっくりできる温泉施設があるのは嬉しいですね。それでは向かいたいと思います。こちらが延葉の湯です。建物は古民家風で趣がありますね。館内でマッサージを受けることもできます。お土産なども売っていました。館内は広くリラックスするためのものがいろいろ置いてあります。漫画、マッサージ機、子供が遊ぶ場所などがありました。半個室のような休憩所もありますね。館内にはレストランや甘味どころもあり、ここで食事するのもいいですね。岩盤浴もありました。それではお風呂に入りたいと思います。お風呂はめちゃくちゃ気持ちが良かったですね。種類も多くとても楽しめました。サウナも2から3種類あったのでゆっくりできると思います。お風呂上がりの飲み物も多いので嬉しいですね。甘味どころでは美味しそうなデザートも多いです。試してみてください。それではホテルに戻りゆっくりしたいと思います。おはようございます。朝になりました。今日も晴れているので気持ちがいいですね。ホテルの大浴場も露天風呂などがありゆっくりできました。種類は延葉の湯が圧倒的に多かったです。お風呂を楽しみたい方は少し面倒ですがそちらを利用するのがおすすめです。朝食はビュッフェと和食の定食があるみたいです。朝食付きプランも試してみたいですね。それでは今回のネスタリゾート神戸いかがだったでしょうか。子供から大人まで遊べる施設ですね。若い世代はアトラクションに少し物足りなさを感じるかもしれません。ですが温泉などでゆっくりし、日々の疲れを取るのもいいですね。
一度遊びに来てみてください。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。